はい、皆さんおはようございます。リターンライダー63です。今日はですね、とっても寒いです。急に温度が下がりました。今、9度です。もう今日は一日ここから上がらないような感じことを言ってますけどもね、これから今ディーラーに向かってます。その理由、リコールのお手紙が来ました。だからリコールで修理しに行きます。内容はですね、なんか前照灯の照度が、前照灯っていうか前照灯の、下の部分ですかね。車なんかでよくありますね。昼間のライトの周りを光らすような照明なんですけども、なんかその照度が、基準値より低いということで、コンピューターの書き換えをしなければいけない。おおむね1時間ぐらいで終わりますっていうような内容の手紙が届きましたので、これからディーラーさんに行ってコンピューターの書き換えをしたいと思います。昨日まですごく暖かかったんです。昨日なんか20何度 ?4 度とか、本当に半袖でもいいなっていうような陽気だったんですけど、今日は一転本当に真冬ですね。服装も今日は真冬、手袋も真冬用、グリップヒーターも今入れてます。上着は口谷の真冬用のジャケット、中に、ちゃんとダウンを着てます。今日はそういう、装備でこれで今走っててちょうどいいみたいな感じですね。いや、これがでも普通なんですよね。普通なんですよね。寒さが厳しくなるとね、バイクに乗るのなかなか億劫になってくると思いますけど、冬場はもう乗らないという人もおりますけどね、それはそれでいいのかなっていう感じしますよね。それぞれご自身でね決めたバイクライフっていうのがあると思いますので、季節のいい時だけ乗るっていう人も中にはいるのかなと、それはそれでいいんじゃないですかねと思いますけど、はい。最近では夏もねすごく暑いので、真夏は乗りません、お蔵入りしますっていう人もいるようでありますから、人それぞれね、私は1年365日好きあれば乗るという、そういうタイプでありますので、ましてこの冬はねエンジンにとって最高の季節でありますから、なんで最高かというと、前にも説明をさせていただきましたけど、どんどんね冷えていくんですね、エンジンが。そういう意味ではエンジンとしてはありがたい、そういう季節です。バンバンエンジンを回してあげるっていうのはいいと思います。それとコメントをたくさんいただいてですね、本当に励みになります。ありがとうございます。で、コメントの中でいろいろですね、こういうのやってほしい、ああいうのやってほしいという、ご要望を数多くいただいてます。なかなかいっぺんにですねいろんなことできませんので、チョイスしながら、できるタイミングでですねやらせていただきたいと思いますので、コメントでご要望をされた方、ちょっと待ってくださいね。よろしくお願いします。それからコメントはなるべく、全部読んでですね、全部ご返事をさせていただいてるんですけども、中には、見落とすですかね。なかなかいっぺんに来るとですね、順番に、パソコンで、できると思うんですけども、時々飛んでしまってですね、コメント飛びっていうんですかね、ご返信が何日も経ってからみたいなこともありますけども、それはちょっとお許しいただきたいと思います。よろしくお願いします。それと最近よく外でですね声かけをいただいてまして、本当ありがたい話であります。見かけたら遠慮なくバンバン声かけてください。もう嬉しい限りですから、よろしくお願いします。だからといってなんかパフォーマンスやれたらできませんので、一つ普通にお話しするだけですから、ご理解の方よろしくお願いします。
これからいつもディーラーに行くコースですね。16号から八王子インターを経て、府中にあります A ビッグモトラットさんの方に向かいます。でバイク乗られて行かれる方は十分ですね、落葉落ち葉ですね、たくさん落ちてると思うんですけど、特に道路の端の方に落ち葉っていうのは寄るんですよ。それは車が通って風圧でね、端へと飛ばされるので、端に溜まりやすくなりますから、あまり端の方を走らないでね、葉っぱっていうのは油を伴って、そして朝露でとかいろんな雨が降った後なんかね、濡れてると本当に滑りやすくなってますから、十分気をつけてくださいね。そういった路面では激しいブレーキングとかね、アクセルワークとかしないでね、優しくアクセルワークして、優しいブレーキですから、じわーっとねかけるようなブレーキをするのが大事ですね。そもそもブレーキングっていうのはですね、ガクッとかけるもんではなくて、普段走ってる時もこうじわーっとかけてって止まるっていうのが基本なんですね。ですからバイクが止まる時にあんまりフロントブレーキを普通走ってですよ、普通走ってて信号の赤信号で止まる時もフロントのサスがあんまりギュッとこう沈み込んで止まるっていうのは本当はありえない。これも急制度の時です。それは普段はあんまり沈み込みがないはずなんですね。じわーっと速度を落としてブレーキかけていくから。ですのでこうじわーっとブレーキかける、この癖というか練習をね普段からされるところがいいと思いますね。手のフロントブレーキだけじゃなくて足のリアブレーキもね同じです。急制度、隣のダンプは止まりきれず行きましたけど、急制度するときも私必ず今後ろのねトラックを見ました。ミラーでちゃんと止まれるのかどうかね。止まれなかったら追突されちゃいますからね。それなりに自分も回避行動を取らなきゃいけないので、急制度するときもそういうね余裕を持ってね、一瞬にしていろんなことやるんですよ。急ブレーキかけながらミラーを見て、後ろの車は大丈夫か、追突しないかみたいなね。でクラッチは最後の最後に握る、もうブレーキオンリー。そのためにミラーがついてますから、ただこれ伊達についてるわけじゃないんで、ミラーはねもう四六時中見る、後ろとかね、こう視界もねちょっとこう釘を左右にちょっと振るだけでね、人間の目ってすごいから視界があるから、いろんな方面も見れるでしょ。それしっかりと見て、もらい事故とかねもらわないようにねしましょうね。今回はねリコール、ライト周りなんで、運転に支障がない部分ですけど、やっぱりねリコールって言うとちょっとね心配ですよね。車でもね結構ありますからね。機械物ですからね、仕方がないって言えば仕方がないんでしょうね。検査してもね異常なくて商品として出した後にねいろいろ不具合が生じるっていうのはやむを得ない話ですからね。でもねリコールということですぐにね手紙をいただいて、調整をすればまたね、安心して乗れますので、ちょっと遠くてもやっぱりリコールはねそのままにしとかない方がいいですね。できればすぐにね、調整修理をした方がいいのかなと思います。金銭的にも一銭もかかりませんから、それでも気持ち的にもねやっぱりちょっとねいいんじゃないですかね。はい、着きました。エイビックモトラットさん、バイクはもうすでに表に並んでますね。お世話になります。
到着しました。今日も来ました。エイビックモトラットさんです。いつもお世話になってます。ありがとうございます。GS1300 ライト面白い。1300ですよ、ついに GS が。すごいね、出たんですよ。ということはさ、あれ数1300になっちゃうのみたいね。っていうかね、コーナリングだからテレレバーの足回りがだいぶ違う。テレレバーすごいよね。なんか感じますよね。でもスポーツメーカーってどれぐらい見えますか？はい。バンクカップでスポーツ。ああ、はい。あれ大体いつもどのぐらい？20何度とか40度軽く出ますよ。マジ旋回性の凄まじいですよ。本当に、僕のエッセン RR とか、R 乗ってそんなもんなんですよ。20の30ちょっと。そうで、この前これ乗ったら、今回が初めてついたんですけど、スポーツメーカーなんか普通、普通でもないけど、ベリーファストのクラスのペースで、一般コードを走って40何度出る。Facebook に上げてきましたけど、40何度軽く出ます。本当にだからすごい旋回性能があると思います。エンジンの位置がちょっと高いですか？そうですね、ちょっと高い。やっぱり、そうですよね。今見た目ちょっと高いかなと。旋回性能聞いてそうかなと。満系変わってきましたね。別物なんですね。別物ですね。だから GS 今乗ってらっしゃる1250が、2013年から10年かけて作ってきたエンジンですよ、フレームですよ、そのモデルからまるっきり次の世代。なるほど。先週タイに行って研修してきたんですけど、タイ行ってきたの？タイ行ってきました。BMW がタイまで来てこれを乗ってくれってことでこの研修に行きました。で世界が来て、人がアジアですね。アジアね。やったのはアジア。別物でしたね、やっぱり。全然違う。いや、想像はしてたんですけど、だから一番はその空冷時代から水冷になった時の変化が一番でかかったと思うんですけど、今の1250もいいんですよ、正直。だからそれに対しての不満はもちろんないんですけど、これ水冷ですね。水冷です。空水冷、同じです。一緒ですね。ただ変えてきてるのは、シンプルかコンパクトにっていうのがコンセプトなんで、なるほど。軽量化でライトの非常に軽く作ってきてる。で、マスの集中軽く、確かにかなりで、これなんかもアルミの外キャップのフレームになってる。パイプのフレームじゃない。本当だ。これも変わったり、軽くして、でメインフレームも変わったり、なるほど。で、エンジンが前にかなり寄せて、で、シャフトドライバーより長くなるほど。だから安定感も増す。なるほど。で、エンジンが145馬力っていうのが馬力アップして。デバイスがすごく進化しました。なるほどね。エンジンももちろんそうなんですけど、テレレバーっていうサスペンションの方が、分かりやすく言うと今までの機構と取り付け方が全然違ってて、GS でもここにこういう形の、要はハンドルリジットを取り付ける形になってきてるので、なるほど。これが今までの GS だと、要はテレレバーの要はここら辺が形がね、これが全部変わってきてるので、なるほど。ステアリングの感じだとか、コーナリングの感じのダブルそれでかなり合成が非常にさらに強い。確かにあっちを見たとこっち見るとなんか一回りちっちゃい感じする。そうですね。で次の世代っていうかね、新しいネクスト GS っていう。いや、これなら走れるな。ちょっと怖いもんないね、どこ行ってもね、これなら。早いです。オフも OK でしょ？オフもそうですね。オフはね、体験してないんですけど、多分12分のこの軽さ感で言ったら、僕の乗ってる850とあんま変わんないんで、数値で言ったら8キロ重いぐらいですから、僕の850ミドルクラスですから。そうすると238キロ。38キロ。前のモデルから12キロ。なるほど。300の
回やってもらいます。はい。おお、下がってる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 。おお、すごい。はい、ビッグモトラトさん、ありがとうございました。無事に修理が終わりました。はい、無事にリコールの修理が終わりました。まあライト周りなんでね、明るさがちょっと足りないっていうことらしいですけども、まあ、ついでにコンピューター関係も全部最新のものに入れ替えてくれたそうです。ありがとうございました。これで安心して乗っていきます。今日もですね、ビッグモトラッツさんでバイクにはまたがっちゃいけないと自分で言い聞かせてたんですけども、新しく出ました BMW の、GS ですね、1300の GS にまたがりました。すごいですね。水平対向エンジンもだいぶコンパクトになりましたね。GS というとちょっとね、がっちりとした重量感のある大きな車体っていう感じしましたけど、1300になってなんか随分スリムでコンパクトになりましたね。いや、驚いたのはサスペンションですね。自動的にこうなんですかね、上がったり下がったりするんですね。なんか話によると、速度が50キロ以上になると自動的にこう車体が上に上がって、サスペンションが上に上がって、そして50キロを下がると、50キロ以下になると自動的にサスペンションが下がってくると。いや、すごいですね。いやで、またがった感じは非常に良かったです。はい、本当にいつも店長さんにですね、いろいろ説明していただき本当ありがとうございます。本日も無事にビッグモトラツさんにリコールで行ったんですけど、ある意味楽しませてもらいました。ありがとうございました。リターンライダー63でした。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、ご安全に。